この本を読むだけで人生の決断力が劇的に変わります。モーガン・ハウセルのセイム・アズ・エバー。この不確実な世界で成功する人生戦略の立て方は、変化の激しい現代社会で私たちがどう生き抜くかを教えてくれる一冊です。本書は私たちが直面する不安定な状況でも変わらない人間の本質や行動原理を生かすことで持続的な成功を収める方法を解説しています。著者のハウセル氏は全世界で600万部を突破したサイコロジー・オブ・マネーで個人の財務行動に関する洞察を与えてきた専門家。今回の本では人間の行動心理や決断の原則をより広い人生戦略に応用しています。この動画では本書の重要なポイントを解説し、それをどう活用できるのか、また私自身の感想を交えながらお伝えします。最後まで視聴することであなたも本書のエッセンスを生かした新たな一歩を踏み出せるでしょう。ポイント1、変わらないものに焦点を当てる重要性。私たちが生きる現代社会は驚くべき速さで変化しています。技術の進歩、経済の変動、さらには価値観の多様化まで周囲の環境は常に揺れ動いています。しかし本書が提唱するのは変わらないものに注目することの重要性です。著者は人間の本質的な心理や行動原理は時代や状況が変わっても不変であると説いています。例えば人々が安心を求める傾向やリスクを回避する行動はどの時代でも一貫しています。この人間の本能を理解し、変化に惑わされずに活用することで私たちは持続的な成功を収められるのです。具体的な例として日常生活では新しい技術に飛びつきすぎるのではなく、自分にとって本当に必要なものを見極めることが挙げられます。例えば流行の SNS にすぐに登録するのではなく、自分の目的に合うものだけを選ぶ。この選択する力もまた変わらない原則を土台にした生き方と言えるでしょう。私自身この章を読んで不安定な状況でも変わらないものに目を向けることの大切さに気づきました。以前は変化に圧倒されることが多かったですが、現在は冷静に対応できるようになり、自分の判断にも自信が持てるようになりました。ポイント2、長期的な視点で成功をつかむ。成功するために欠かせないのは長期的な視点を持つことです。本書では目先の利益にとらわれることで失敗を招く具体例がいくつも挙げられています。特に著者が強調するのは短期的な結果を求めるあまり長期的な利益を見落としてしまう行動の危険性です。例えば株式投資では一時的な市場の動きに反応して売買を繰り返すのではなく、数年単位での安定した成長を目指すべきだと述べています。この考え方は個人のキャリア設計や人間関係にも応用できる普遍的な原則です。また長期的な視点を持つことで目の前の不安定な状況にも冷静に対処できるようになります。例えばキャリアプランを考える際、次の昇進だけに目を向けるのではなく、5年後にどうなっていたいかをイメージし、それに向けたスキルや人脈を構築することが推奨されています。本書では実際に長期的な計画を立てる際の手法や考え方も具体的に紹介されており、読者がすぐに行動を起こせる内容が充実しています。私もこれを読んで短期的な結果を求める癖を見直しました。特に日々の仕事で今すぐ成果を出すことばかり考えていたのをやめ、3年後を見据えた行動を取り入れたところ、心の余裕が生まれ、
結果的に効率が上がりました。ポイント3、謙虚さと柔軟性の力。変化の激しい時代において成功するための鍵は謙虚さと柔軟性にあります。本書では完璧な計画を立てることよりも不確実な状況に対応できる柔軟な姿勢が重要であると説かれています。例えば企業経営では徹底的に計画された戦略が失敗した場合に備え、即座に方向転換できる柔軟性があるかどうかが成功と失敗の分かれ目になるという具体例が挙げられています。さらに著者は全てを知っていると思い込まず、常に学び続ける姿勢が重要だと指摘します。自分の知らないことを認め、新しい情報や意見を積極的に取り入れることで状況の変化に即応する力が培われるのです。これはビジネスだけでなく個人の成長や人間関係にも当てはまります。例えば他者の意見を受け入れることで新たな視点が得られ、より良い結果を引き寄せることができます。この章を読んでから完璧を求めるより柔軟であることが大切だと実感しました。特に失敗を恐れず挑戦することで結果的に新しい可能性を発見できるようになりました。この考え方は日常生活でも非常に役立っています。印象的なエピソードや引用。本書の中で取り上げられている印象的なエピソードはアーネスト・シャクルトンが率いたエンデュアランス号の南極遠征に関するものです。1914年、シャクルトンは28名のクルーを率いて南極大陸を横断する遠征に出発しましたが、船は氷に閉じ込められ、過酷な環境で長期間生き抜かなければならなくなりました。この極限状態でシャクルトンは計画を柔軟に変更し、全てのクルーを無事に帰還させるという奇跡を成し遂げました。彼が最初に言ったのは、全員を安心させるために現状を直視しながらも前向きなビジョンを示すことでした。シャクルトンは計画が失敗したことを認めながらも、全員を無事に生還させるという新たな目標を設定しました。この大胆かつ現実的なリーダーシップはクルー全員に希望を与えました。また彼は食料の配分や役割分担を公平に行い、仲間同士の信頼関係を強化することで士気を維持しました。さらにシャクルトンは日常生活に秩序を持ち込むことを重視しました。極寒の中でも規則正しいスケジュールを組み、一定のルーティンを守ることでクルーが精神的に安定できる環境を作り出しました。また彼は自ら率先して困難な仕事に取り組む姿勢を見せ、リーダーとしての信頼を確立しました。このエピソードを通じて本書が伝えるのは、変化の激しい状況でも柔軟性と冷静さを持つことで成功の可能性を高められるという教訓です。特に状況が悪化した時に計画を変更し、目の前の課題に集中する力は現代のあらゆる分野で役立つでしょう。このエピソードを読んで私が特に心に残ったのは、シャクルトンのリーダーシップが柔軟性と人間性に支えられていた点です。極限の状況下で計画を変更するというのは簡単な決断ではありません。しかし彼は現実を受け入れ、新しい目標を設定し、それを全員で共有しました。この姿勢がクルーの命を救う鍵となったことに深く感動しました。私自身この話から柔軟性を持つことの大切さを学びました。例えば日常の中で予期しないトラブルに直面すると、どうしても不安や焦りを感じることがあります。しかしこのエピソードを思い出すことで落ち着いて状況を見極め、
必要に応じて計画を見直す勇気を持てるようになりました。また他者と協力し合う重要性にも気づかされ、今ではチームでの仕事にも前向きに取り組むようになりました。この本が教えてくれた教訓はまさに実生活で役立つものでした。実生活での生かし方。本書で学んだ変わらないものを生かすという考え方は日常生活のさまざまな場面で応用できます。例えば仕事では常に新しいスキルやツールが求められる一方で、コミュニケーション能力や誠実さといった普遍的なスキルが重要であることは変わりません。この本を読んでから私は仕事での目標設定においてまず普遍的な価値観をベースに計画を立てるようにしました。その結果、短期的な流行や変化に振り回されることが少なくなりました。もう一つの具体例は長期的な視点を持つことです。著者が強調するように短期的な結果ではなく将来の利益を考えることでより安定した決断ができます。私はこの考えを日常の家計管理に応用しました。すぐに欲しいものを買うのではなく、将来必要になる資金を優先することで無駄遣いを減らし貯金を増やすことができました。この本で学んだもう一つの重要な教訓は柔軟性を持つことです。以前は計画通りに進まないとイライラしてしまうことがありましたが、今ではその都度計画を修正する柔軟な姿勢を意識しています。例えばプロジェクトのスケジュールが変更になった際、チーム全員で話し合い優先順位を再設定することで結果的に効率的に仕事を進められるようになりました。また他者の意見を積極的に取り入れることで新たなアイデアが生まれることも多く、協力する楽しさを感じるようになりました。この本で紹介されている教訓は日常の些細なことから重要な決断に至るまでどんな場面でも活用できる具体的なものばかりです。まとめです。本書「Same as Ever」は変化の激しい現代社会において成功するための普遍的な原則を学べる一冊です。特に印象的だったのは変わらないものに注目するという発想です。人間の心理や行動には時代を超えて変わらない本質があります。本書はその本質を理解し生かすことで不確実性の中でも揺るがない人生戦略を構築できる方法を具体的に教えてくれます。また柔軟性と長期的な視点を持つことの重要性を強調している点も魅力的でした。これらの教訓はビジネスや人間関係、個人の成長などあらゆる場面で応用可能です。著者の実例や具体的なアドバイスを通じて読者がすぐに行動に移せる実用性も高く評価できます。私自身この本を読んだことで日常生活での意思決定がより明確になり、不安定な状況にも柔軟に対応できるようになりました。特に計画を見直す勇気や長期的な成果を目指す考え方が仕事やプライベートで役立っています。この本は特に変化が怖いと感じている方や将来の計画を立てるのが苦手という方におすすめです。読後には前向きな気持ちと行動力が湧いてくること間違いありません。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画ではモーガン・ハウセル著「Same as Ever」の要点を解説しました。本書は不確実な時代においても変わらない原則を見つけ、それを生かす方法を教えてくれる貴重な一冊です。もしもっと柔軟に対応できる自分になりたい、長期的な視点で成功を目指したいと感じている方はぜひ読んでみてください。また
この本を読んだ感想や動画の内容について思ったことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの意見を聞くのを楽しみにしています。そしてこのチャンネルでは引き続き皆さんの役に立つ書籍や情報をお届けしていきますので、チャンネル登録と高評価もお忘れなく。次回の動画もお楽しみに。